いつもありがとうございます。華道家のフライケです。今回はですね、池坊初心者入門自由化ということで、変形書きに生けていくというもののちょこっと解説になります。そしてですね、今ですね、この変形書き8の字型の書きですね、非常に見た目が軽やかなもの。そしてバラを刺しました。で、今ですね、このバラを刺したのは一番大きい部分ですね、背が高いもの、だいたいこのぐらいになるというものを刺しました。これ後から作品全体の高さが変わっても問題ないんですけれども、一旦ここが一番高いんじゃないかなというのがまず1本目で入ります。そしてですね、今ここで見ておいていただきたいのが、この1本目の状態で、この花器と花が、ちょっとなんか別々のものっていうか一体感がないですよね。1本なんで当たり前っちゃ当たり前なんですけど、なので次にもバラが入るんですけど、次のバラでそれを解消していきたいと思います。続いてもバラが入ってきます。こちらですね。これでこの状態にしていくと。で、この状態になったので一旦止めたんですが、この変形書きの口をですね、このバラの月葉ですね。すいません。バラの月葉で書き口を少し隠すことによって、なんとなく全体に一体感が出た感じありますよね。で、もうこの状態になるとですね、花の方向をですね、全体的に左に動かすのがこれから追加していくものですね。追加していくものを左に動かしても、右に動かしても、上に動かしても、下に動かしても、基本的にはなんとなくうまくいきそうだなっていう雰囲気があるじゃないですか。だいたいお花いけてると1本か2本でもう雰囲気出てるなーっていうとだいたい完成までうまくいくっていうのが基本的には私がずっとお花やってきてセオリーだなとは思いますね。フラワーデザインでもそれは一緒でしたね。もう、その当時習っていた時にもう先生がもう1本パッと入れた段階でなんか私とは違うなっていうのがわかるっていうのは、やっぱそこはちょっと、まず一本っていう時に気にしていただきたいなと思いますね。いける時に。さあ続きまして、白のスカビオサ。これはもう味付けですね。横に、もう右にこれは方向として伸ばしていくよというのを方向を位置づけるために右にぐーっと長く。そしてこの子、後で解説するんですけど、この子が非常に重要なポイントになります。これ花が、スカビオサの花が終わった状態のものですね。花が散ってても元気で可愛らしかったので、ここに配置します。で少し、右の方にですね、僕広がりが欲しいので、スカビオサをもうほんの少し溜めて、で、この子を調整すると。続いてですね、オレンジのバラが下段のその書き口ですね。より一体感が欲しいというところで、書き口の、ところにグッと締める形ですね。で、入っていきます。少し広げて、もう完全に書き口は見えないような状態になりました。さあ、完成ということで、下段のですね、書き口のバラでぐーっと締まって、間をつないだ後に右の方向に白いスカビオサが伸びていくという方向になっていると。さあ、ここでですね、全体が見えたので、全体構成のおさらいと、ここがこの構成の中で一番重要になっているよというお話をさせていただければと思います。まずですね、おさらいなんですが、この下段の二輪ですね、紫の短い方のバラと、オレンジのバラ。これで、書き口を締めることによって、柿と花が一体感が出ていると。そしてですね、この、紫のバラ。そして白いスカビオサ。この2本で右側にぐーっと持っていく動きが出ていると。ってなった時に、ここの構成の中で一番重要になってくるのが、この、ちょっとちっちゃくて軽やかでひ弱そうなこのスカビオサです。この花の終わったスカビオサ。この子が入ってくることによって、この全体の空間を、この下段の二輪と上段の二輪の空間をこの子がつないでいます。一旦ですね、手で隠すとか想像でもいいんですけど、この子がいなくなった、この、花の終わったスカビオサがいなくなったのを想像していただけると、まずいないとですね、上下で分断されますよね。花器から花がこう右に唐突に出てるような印象になってしまう。で、じゃあこの、
花の終わったスカビオサの位置にバラと同じぐらいの大きさの中輪系の花が入るとですね、全体がどうしても硬い感じに見えるんですね。なんか硬くて重たい。右にふーっと抜けていくような印象がなくなってしまう。ってなるとですね、このちょっと弱いんだけれども軽やかで、いるかいないかわからないんだけれども空間をつないでいるこの花の終わったスカビオサが非常に重要な役割を担っていると。なのでですね、なんとなく空間に充実感がないなと思った時に、なんか動画を見ているですね、動画を見ているあなたが、なんとなくここに空間の充実感がないなと思ったらですね、メインっぽい花を持ってくるっていうのも、一つの手ではあるんですが、一旦ちょっとこの軽やかで、どうもこうメインにはなり得ないけど、雰囲気がなんとなくあるなっていうのを、その空間にちょっと充実してないなっていうところにちょっと合わせてみて、選んでみるっていうのも、時と場合によるので何とも言えないんですけれども、一個手かなと思います。これも一つのテクニックとして覚えておいていただけると役に立つかなと思います。ここまで動画ご視聴いただきありがとうございます。この動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価のほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた。